食抜きは熱中症のリスクが高まるらしいのですが、今日朝ごはん食べずに出てきちゃった。途中で何か食べないと。ヤモトは松島基地があるので、よくブルーインパルスが上を飛んでます。仙台から約120キロ。大谷海岸の道の駅に到着。景色が最高。グレープの種類が多い。むむむむ。北限の柚子で作ったジャムや気仙沼パン工房のクリームサンド、サメを使ったカツサンドも気になる。いろいろ買った中で私のおすすめはこの最強にうまいオイスターソースと可愛くてしっかりおいしいほやぼうやもなか。早速食べましょう。ホヤは加熱しても美味しいぞ。いただきます。以前買ったアワビおにぎりも美味しかったです。ここのおにぎり安くて美味しいので一度試してみて。続いてまんじゅう。うますぎる。さあ行くぞ。
のお店サンドイッチマンさんの番組で見ていつか来てみたかったのです。駐車場は店からすぐ車 4,5 台分くらいのスペースがあります。こちらのお店、なんとバンズやパティ、ソースも全部手作り。使用しているお肉もほぼ岩手県産。すごいぞ。チーズバーガーのセット。美味しそう。いただきます。やるな。アメリカンなランチでハッピーピー。大船渡の被害が大きかった地域は将来的にも危険性が高いため建築制限がかけられています。続いて訪れたのはこちら。カモメの卵で有名な大船渡を代表する老舗菓子店です。見たことない種類がたくさんあるぞ。絶対おいしいやつ。わあ、奥では手作り体験ができるみたい。自分だけのオリジナル卵が作れちゃうぞ。地元の特産柿を使った羊羹やケーキに和菓子、焼きたてパンも売ってる。そして佐々木朗希くんのサインもある。佐々木選手は陸前高田の出身、大船渡高校卒、令和の怪物の異名を持つ千葉ロッテマリーンズの投手です。千葉ロッテとコラボの商品も。
これは江戸時代の物流を担った戦国船。平成3年、気仙船大工さんの伝統の技により復元されました。大河ドラマ龍馬伝でも使われたこの船は、なんとほぼ無傷で津波に耐えたそうです。そうだったのか。やった！5月みたい。あれはツツジの群生地、今出山。5月下旬から6月上旬が見頃です。カモメテラスから約10分。大船渡温泉に到着。最高じゃん。すごい。最高だ。
こは絶対行くべきスポットですぞ。次はここから約10分、小石海岸へ。小石海岸とは、小石のような黒い玉砂利の浜が名前の由来。切り立った断崖に打ちつける波や長い年月をかけ削られた岩々が特徴的な国の名勝、天然記念物。おお、小石海岸には3つの穴がある穴通し磯。景観が美しい乱暴や穴にぶつかる波が雷のような音を立てる雷岩があります。他の2つはバッチリ見れちゃいます。そうそう、近くの小石崎灯台は日本ロマンチスト協会から恋する灯台に認定されているらしい。日本ロマンチスト協会。お次はここから20分ほど走り陸前高田へ。この数キロにわたり続く高さ 12.5 メートルの防潮堤は 11.5 メートルの津波にまで耐えるそうです。後で調べたところ、沿岸から少し離れたところに町の中心がありました。住民の多くが高台移転を希望し、かさ上げした宅地造成地よりさらにもう一段高い場所に住んでいるとか。そのため宅地造成地の7割は空白の状態。さらに人口減少が続いているという問題を抱えています。これは古川沼、海とつながった沼で希少な動植物の住処になっています。やった。
な震災や津波のリアル、その教訓を共有し、備え、自ら行動する大切さを発信する施設です。自衛隊、警察や消防の活動記録から当時の混乱が生々しく感じられました。津波が来たら各自電電バラバラに一人で高台へ逃げろ、自分の命は自分で守れ。これは津波てんでんこという三陸の言い伝えです。次の世代、その先の世代が悲しい思いをしないよう伝えていく必要を感じました。また2週間くらいは自活できるよう備えをしておく大切さを改めて感じました。ひいては他人のためになる。ここには震災前、日本百景に選ばれた名勝高田松原がありました。震災で壊滅するも一本だけ津波に耐え残り、奇跡の一本松として復興のシンボルとなりました。伝承館から歩いて10分くらいかかるぞ。道の駅もチェック。陸前高田特産のイシカゲ貝や海の幸がたくさん。三陸は特にホヤや海藻が美味しいです。砂場コーヒーとは鳥取のコーヒーチェーン。鳥取県以外の店舗はここだけなんだって。スタバはないけど砂場はあるとか。
本日の教訓。津波てんでんこ